皆さんこんにちは。안녕하세요。風花です。今回はファン・インウクさんの屋台ポジャン抹茶という曲をカバーするんですが、まず最初リスナーさんからのメッセージ紹介からいきたいと思います。グマナスティさんからいただきました。風花さんこんにちは。2週続けてメッセージをご紹介いただき大変恐縮しております。ゆう夜の音楽アルバムの疑問を大変丁寧にご教示くださってありがとうございます。ゆう夜さんもラジオ番組も実在していたのですね。ということで、まず前半部分ですが、喜んでいただけてよかったです。全然何度でもメッセージを送っていただいて大丈夫です。私もリスナーさんとのコミュニケーションがとても楽しくて、自分の知らない世界も広がるので、とても嬉しく思っております。そしてメッセージの後半部分、10月はお酒ソングということなので、ソン・イルグクさん主演の日本語タイトルは天地人、韓国でのタイトルは発酵家族というドラマの中で姉妹役のパクジニさんとイ・ミニョンさんがアカペラで歌っていた監修歌が好きです。アリランのような韓国の民謡なのかなと思いました。 OST の CD を持っていますが、なぜか歌詞カードには題名しか載っていないです。以下ドラマでの歌詞の字幕です。召し上がれ召し上がれ、このお酒を召し上がれ。このお酒はただのお酒ではありません。私たちの母の涙、父の汗、酸っぱいとか苦いとか言わずに、あなたの心で召し上がれという歌詞なんですね。メッセージありがとうございます。なるほど、著作権の関係で歌詞が載せられなかったのかもしれないなと思いましたね。で、私はこのドラマは見ていなかったんですが、発酵家族を韓国語で書くとですね、パリョ家族となるので、こちらと監修歌を韓国語に変えるとコンジュ歌ですね。このパリョ家族とコンジュ歌でググってみたらですね、なんと YouTube にこの歌を歌っている場面の抜粋がありました。ただ公式のものではなさそうなので、ちょっとリンクは貼らずにおくんですが、もし気になった方はですね、韓国語で検索してみるとこの場面を見ることができます。このドラマ発酵家族は発酵食品のキムチと韓国料理店を題材にした作品のようなんですね。で、この歌を歌っているシーンがですね、伝統的なハノク作りという缶屋作りのお家の庭でお食事をしているシーンでですね、ああやって外でご飯を食べるのすごく私は憧れますね。そして調べてみたら、このコンジュ歌、監修歌っていうのはいろいろなバージョンがあるようです。で、グマナスティさんがおっしゃってるように、おそらくね、地方の民謡なんじゃないかなと思うんですよね。で、韓国語で歌詞を検索してみても冒頭の部分しか出てこなかったんですよ。なのでちょっと今回 YouTube の動画から韓国語で何を言ってるかっていうのを聞き取りしてみました。多分こう言ってるんだと思います。で、私の聞き取りなんでちょっと間違ってたら申し訳ないんですけれども、ちょっと韓国語歌詞の方も紹介しますね。チャプスシオチャプスシオイスルハンジャンチャプスシオ。チャプスシオは食べるとか、飲むという言葉の尊敬語ですね。召し上がってくださいという訳になります。そして続きがイスルスリアニラ、この酒は酒ではないって言ってるんですけど、これ多分グマナスティさんが書いていただいてた歌詞の字幕の内容がね、合ってると思います。このお酒はただのお酒じゃないんですよというニュアンスですね。そしてウリモチンヌンムリヨウリプチンタミヨに、私のお母様の涙ですよ、私たちのお父様の汗ですよということを言ってます。モチンプチンっていうのは母親父親という漢字の韓国語読みをするとモチンプチンとなるんですけれども、意味合いとしては主にアボジよりもより丁寧な感じですね。お母様お父様みたいな感じです。そして最後の部分がスッタタルダダンマルゴ、苦いとか甘いとか言わないでマウムロチャプスしよう、心で召し上がってくださいというような感じだと思います。グマナスティさん挙げていただいた歌詞では酸っぱい苦いだったんですけど、多分ね韓国語ではね苦い甘いって言ってると思いますね。
ではちょっと私一節だけなんですけど、どんな曲かね気になっている方もいらっしゃると思うので、ちょっと歌ってみます。잡수시오 잡수시오 이 술 한 잔 잡수시오 이 술은 술이 아니라 우리 묻힌 눈물이요 우리 붙인 담이 오니 쓰다 달다 담 말고 마음으로 잡수시오 という感じの曲でございます。まさになんか民謡みたいなね、この単調な感じがいいですよね。マッコリを飲みながらちょっと酔ったところで歌いたいような歌だと思いました。グマナスティさん、いい歌を教えていただいてありがとうございました。さて、早いもので10月も最終週でございます。今月のテーマ、酒ソングの最後はファン・インウクさんの屋台ポジャンマチャという曲をカバーします。ポジャンマチャというのはドラマでよく見る飲み屋屋台のことですね。ドラマの登場人物に辛いことがあると一人焼酎を煽ってベロベロで帰るみたいなですね、ドラマファンの皆様にはおなじみの屋台のことです。まずポジャンマチャという単語の発音ですね。これ日本人にはすごく難しいんですよ。特にイウンっていうんですけれども、ハングルで書くとこの丸の音ですね。これがパッチムの位置に来ると NG の発音になりますよね。っていうこういう鼻にかかる音なんですね。でこの音を鳴らした後に M 音に行くっていうのがなんかすごく難しいんですよ。ポジャンマチャみたいな感じですね。でこの NG のっていう音が抜けてポジャンマチャって言いたくなっちゃうんですよ、日本人的には。でこれチョンマルとかもそうなんですけど、ちゃんとこのチョンの音で鼻を鳴らしてからマの音に移行するっていうこの発音が自然にできるようになるのに正直1年ぐらいかかってると思うんですよ。本当なかなかできなかったんですね。でさらにこのポチャンマチャはですね、ポーとチャーっていうのが息を吐く音なんで、その子音も意識しないといけないということで、このタイトルを発音するだけでですね、もうすごく頭の中がこんがらがる、そんな鍛錬が必要な曲でございました。ポジャンマチャは略してポチャって言うんですよ。でこの曲の英語タイトルはローマ字でポチャっていう風になっているんですけれども、ポチャだったらね日本人でも発音が簡単なんですけれどもね。でこのポチャっていう表現はイテウォンクラスで出てきます。ドラマの主人公パク・セロイさんの天敵がですね、チャンガっていう、会社があるんですけれども、そのチャンガっていう会社が経営している居酒屋がチャンガポチャっていうお店の名前やったんですよね。でこれがチャンガ屋台っていう意味の居酒屋です。屋台風の雰囲気を大事にしているのか、またチャンガの社長さんがですね屋台からキャリアを始めて成功したっていう文脈が出てくるので、それでこのチャンガポチャっていう名前になってるかは分かんないんですけれども、ドラマでねポチャポチャっていう言葉を聞くたびに私の脳内ではこのポジャンマチャという曲が流れておりました。でこの曲は2019年の発表なんですけれども、大変クラシカルなバラードなんですね。もしバラードの教科書があったら最も基本の型として乗りそうなぐらい構成が完璧です。最初静かに始まってだんだん音数が増えていき、ブリッジの部分で情緒を爆発させた後に落ちサビって言ってね、小さな声で歌う静かなサビ、そこから最後プラス1キー転調みたいな感じで、もうザ・バラードの構成でですね、私は大好物でございます。先週の酒が問題だという曲も2019年の発表だったんですが、この年はね結構クラシカルなバラードがヒットした年だったんでしょうね。で今日歌うこの曲も世代を選ばず皆さん馴染みがあって好きな曲だと思います。
歌っている歌手の方はファン・インウクさんという方で、1988年生まれの現在34歳でいらっしゃるんですね。私はこの曲と出会うまでファン・インウクさんってご存知なくてですね、しかもしばらくの間は曲を聴いていただけで外見をね見ていなかったんですよね。でファン・インウクさんも非常にハスキーボイスなんですよ。でハスキーボイスを絞り出して情緒を爆発させていくっていう感じのスタイルだったので、もっとね年配のベテラン歌手を想像していたんですよね。である時ユーヒョル先生のスケッチブックに出演された動画を拝見して、想像してたより30歳ぐらいビジュアルが若くて非常に驚いたという歌手です。でファン・インウクさんはボイストレーナー兼スノーボーダー兼ゲーム配信をする人兼歌手らしいんですよ。とても多彩な方です。もともとは韓国のアフリカ TV という配信のね世界で有名な方だったそうで、ゲーム配信が特に有名だったそうなんですが、ボイストレーナーとしてのチャンネルみたいなのも持っていて、ゲストを招いてレッスンをリアルタイムで配信していたそうなんです。そこでレッスンを受けている人の歌がリアルタイムにどんどん良くなっていく様子っていうのが配信されて話題になったそうなんです。そして2017年からは事務所に所属して本格的に歌手活動も始められたそうで、だいたい1年に 2,3 曲ぐらい新曲を出しているようなペースで今活動されております。ファン・インウクさんのキャリアを知った時に、私にとってはね理想的なロールモデルの方だなと思ったんですね。私は歌が一番好きなんですけれども、正直ね歌オンリーだけで勝負していけるっていうほどの才能はなくて、歌唱力はね練習でこれからまだまだ伸びるにしても、ソングライティングの面とかですよね、新しい作品をどんどん出して書いていけるっていうタイプではないのと、あとライブとかコンサートで全国を行脚してずっとコンサートするっていうのも正直体力的にしんどいところがあるんですよね。そして歌以外にも、ラジオで話すことも語学勉強も好きですし、すでにねもう医師としてのキャリアもあるっていうことで、こういった自分の多面的な面を生かしながら歌手活動もやっていきたいっていうふうに思っているので、このファン・ユンウクさんはですね、歌以外のいろんな技術も持っている歌手っていう点でリスペクトして憧れている歌手の一人でございます。では続いて歌詞の内容紹介に入っていきますね。この曲は構成がね大変クラシカルということで紹介したんですけれども、歌詞の内容も大変クラシカルです。内容は失恋バラードですね。今月の歌は最初のキム・ドンリュルさんだけ酔って告白をするっていう熱い内容だったんですけど、あとはね基本的に全部失恋バラードでしたね。まず冒頭最初の部分は、彼女とよく来た飲み屋台を一人で訪れて、彼女が好きだったキムチチゲを眺めながら涙を流しているという切ない描写から始まります。今回はサビの部分を紹介しますね。ポジャンマチャ그때 그 자리에서,屋台であの時あの席で、네가 있던 그곳에 서서,君がいたその場所に立って、날 사랑한다 말했잖아,僕を愛していると言ってたじゃないか、영원할 거라고 말했잖아,永遠にって言ってたじゃないかというところがまず前半です。この愛してると言ってたじゃん、永遠に続くって言ってたじゃんのあたり、これ結構定番表現だと思いますね。そして後半もう一回ですね、ポジャンマチャのフレーズを繰り返すんですね。ポジャンマチャ그때 그 자리에서,屋台であの時あの席で、돌아오라는 말 다시,戻ってきてという言葉をまた、되뇌이고 되뇌어도,繰り返し繰り返しても、네가 돌아오지 않을 걸 알잖아,君が戻ってこないことを分かってるじゃないかっていうね、後半はちょっとどれだけ戻ってきてって言っても、もう戻ってこないことは分かってるんだ、でも諦められないんだみたいなね、こう情熱がこう燃えて消えて燃えて消えてしてるような揺れ動きを表しております。では曲を聴いてみてください。ファン・インウクさんの屋台ポジャンマチャという曲をカバーしました。
はい、いかがでしたでしょうか。この1番のねサビの入り部分ですね、ポチャンマチャのところを切なさを強調したくてあえて空白を作ったんですけれど、そうすると逆にボーカルがはっきり聞こえてしまうので、この最初のねポチャンマチャのところね発音が大変緊張しましたね。でもクラシカルなバラードの世界にどっぷり使って歌う感じの曲なので、感情表現は大変しやすい曲でございました。秋はバラードが一番似合う季節だと個人的に思っていて、特に10月の後半空気がシューッと寒くなってくる時期に少し温めた日本酒などいただきながらですね、バラードを聴くのが大変いいと思っております。日本でも福岡とかね飲み屋台が有名ですけれども、この秋の時期に屋台で温かいものとお酒をいただくというのはもう本当に格別な体験ですよね。10月といえば日本酒は冷やおろしの季節なんで、またねこの季節限定のお酒が出るんですよ。こちらをいただきながら冷えた体を温めたりして、そんな話をしたらねほんと飲みたくなってきちゃいましたね。そんなわけで今月のテーマ酒ソングも皆さんお付き合いいただきありがとうございました。今日 YouTube に歌ってみた動画が上がります。 YouTube の方は韓国語歌詞を動画内に表示しています。その他の外国語字幕は YouTube 字幕でお楽しみください。概要欄の質問箱からメッセージや質問、リクエストなどぜひ気軽に送ってください。日本語でも韓国語でも大丈夫です。ではまた次の放送でお会いしましょう。さようなら。